お金、父は笑顔で言った。それは家賃だった。6年間で14万4千ドルが消えた。父はキッチンのテーブルに座り、コーヒーを飲みながら、まるで天気予報を読むように何気なく言った。母は私を見ようとせず、紅茶をかき混ぜていた。カチャカチャと音を立てるスプーンが、まるでこの部屋で一番魅力的なもののようだった。彼らは私に、すべてのドルが貯金口座に入ると約束した。残高のスクリーンショットも見せてくれた。続けてね、愛しい子。もうすぐ頭金に達するよ。その間、彼らは私がまだ知らないことにお金を使っていた。真実を知ったとき、私は質問をするのをやめ、証拠を集め始めた。これは一つのフォルダーと、感謝祭の晩餐で30人の前でそれを開いた時に起きた出来事の物語です。続ける前に、ぜひこの話に共感したら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして、どこから見ているか、今いつか教えてコメントもください。私の名前はマイラ、28歳です。バージニア州の小さな町の歯科技工所で働いています。さて、6年前、大学卒業後に実家に戻った週のことをお話ししましょう。最後の箱を玄関から運び入れると、両親がキッチンのテーブルで待っていました。何気なくではなく、しっかりと位置を決めて。父が頭にいて、母がその右側に座っていました。コーヒーが2杯注がれ、空いている椅子には蒸気を上げた3杯目が。これが私にとって最初の手がかりだったはずです。両親は私のためにコーヒーを注ぎません。座りなさい、かわいい子、母が言う。父と私は話し合ったの、私は22歳。卒業式用にレンタルしたガウンを着て舞台を歩き、学部長の手を握り、応用科学の学位を受け取ったばかりです。月曜日から、家から14分の距離にある歯科技工所で仕事が始まります。年収は税引き前で4万2000ドル。大金ではありませんが、確かなものです。父が喉を鳴らします。これが条件だよ。ここに住み、お金を貯め、月に2000ドルを私たちに支払う。そうすれば、私たちはそのすべてを君の名義の貯金口座に預ける。3年か4年後には、頭金ができて、友達よりも早く家を買える。月に2000ドル。年間で2万4000ドル。私は2秒で計算しました。友達はアパートのリースにサインをしている。月に1250ドル支払って、何も戻ってこない。この選択は賢い決断だ。母が言います。彼女はテーブルを越えて私の手を握る。これは君のためにしているのよ、愛しい子。私はコーヒーを飲み終える前に、はいと答えました。コニー、間違ってるよ。貯金口座だって言ったじゃないか。最終的にはそうなるから、何も言わないで。私は動かず、呼吸すらしない。キッチンアイランドの背後に立ち、手をグラニットの上に平らに置き、指先で鼓動を感じる。5万2000。トラビスの頭金、私の金、そして残りのビジネスローン。父の配管会社、彼が絶対に順調だと誓った会社。私は自分の部屋に行き、音を立てずにドアを閉める。ベッドの端に座り、自分の手を見つめる。そして、携帯を開く。日時のスクリーンショットを撮る。2023年10月15日日曜日午後。叫ばず、泣かず、フォルダーを作り始める。その夜、私は寝室のドアを施錠し、計算機アプリを開く。3年分の支払い。7万2000ドルが消えた。もし父の言うようにさらに2年続ければ、合計で4万8000、合計12万ドル。失われるのは、私が知らなかった失敗しているビジネスへ、私が住むことのない家へ、失われる。思いを巡らせる。今、彼らに対峙したら、否定されるだろう。母は泣き、父は声を荒げ、聞き間違えたというかもしれない。テキストを消去したり、メールを消したり、スクリーンショットは推定だと主張するかもしれない。私の言葉は彼らの言葉に対抗するものになり、失うものはすべて、7万2000ドル、合法的な立場も書類もなく、ただ悲しい娘が語る物語だけ。だが、もし私はとどまるなら、支払いを続け、彼らに話させ、テキストを送り、
メールを送り、留守番電話を残させる。すべてのメッセージが、私が記録している帳簿の一行となる。私は Google ドライブを開き、新しいフォルダーを作る。名前を、ホームファンドドキュメントにする。今夜のスクリーンショットを最初にアップロードする。日付、時間、私が知った瞬間。次に、テキストを遡る。母が貯金について言及したすべてのメッセージ。父が口座について言ったすべてのメール。スクリーンショット、アップロード。真夜中までに14件。私はノートパソコンを閉じ、歯を磨く。バスルームの鏡の前で自分を見つめる。私は、出ることが怖いから止まっているわけではない。彼らに嘘をつき続けてほしいから止まっている。明日の朝、私はいつも通り母に小切手を渡す。やあ、ママ、2000ドル。彼女は微笑み、ありがとうと言うだろう。そして、彼女はそれが全く異なる種類の口座の最初の支払いであることを知る由もない。私は質問の仕方に非常に気をつける。対面ではなく、消えてしまう答えの場所ではなく、常にテキストで、常にメールで、常に記録に残る言葉で。電話の後1週間後、私は母にメッセージを送る。やあ、ママ。確認したいんだけど、貯金口座はまだ同じ銀行にあるよね。予算計算書に含めたいんだ。3つのドット。そして。はい、ハニー。すべて順調に育っているわ。父と私はあなたがどれだけ責任感があるか誇りに思っているの。スクリーンショット、アップロード。2ヶ月後、父にメールする。彼は古い考えの持ち主なので、配管業のためのメールをチェックする。あまりテキストはしない。カジュアルに保つ。父よ、貯金にアクセスできるのはいつ頃だと思う。市場を感じるために家のリストを見始めているんだ。彼の返信は翌晩に来る。あと1年か2年待て。利子は良い。急ぐな、後で感謝することになる。スクリーンショット、アップロード。私は自分が知っている答え以外の質問はしない。ただ、彼らに自分の答えを文書に残してもらいたいだけ。2ヶ月から3ヶ月ごとに新たなアングルを見つける。固定金利のモーゲージを見始めるべきかな。この市場で7万2000は頭金として十分だと思う。不動産業者と話を始めるべきかな。彼らが応じるたび、貯金、口座、あなたのお金について言及するたびに、私はすべてを保存する。母は一度、ハートの絵文字さえ送ってくれた。あなたの未来の家の資金は素晴らしいわ。スイートハート、そのメッセージを長い間見つめる。あなたの未来の家の資金。彼女の指で打たれた5つの言葉、彼女の電話によってタイムスタンプされている。彼女は、自分が証拠フォルダーに1行を書いたことに全く気づいていない。アプリを閉じ、家族のために夕食を作りに行く。いつも通り、4年目の3月の火曜日。私はラボにいて、手は手袋をはめ、歯の型取りをしている。コートのポケットで携帯が震える。私はそれを取れない。母が留守番電話を残す。昼食までそれを聞かない。駐車場で車に座り、窓を閉め、エンジンを切って再生ボタンを押す。やあ、スイート。あなたの貯金の一部を別のファンドに移したことをお知らせしたいの。利率が良いから。帰ったら説明するね。愛してる。私はそれを3回再生する。あなたの貯金、彼女の声、彼女の言葉。記録され、タイムスタンプされ、私のキャリアサーバーに保存されている。留守番電話を保存し、クラウドにバックアップし、自分に音声ファイルをメールする。3つのコピー、3つの場所。その夜、母は夕食のテーブルで説明する。あなたのお金をより高い利回りの口座に移したの。今、もっと稼いでいるのよ。父は、まるで事前に知らされていたかのようにうなずく。それは素晴らしいわ、と私は言う。管理してくれてありがとう。もちろん、ベイビー。それが親の役目だから。私は微笑み、ポットローストを噛み、2杯目を頼む。内心、記録している。彼女は留守番電話で、あなたの貯金と言った。夕食のテーブルで、あなたのお金と言った。父もうなずいた。
二人とも、同じ部屋で、同じ話、同じ嘘。夕食後、私は自分の部屋に戻り、Google ドライブのフォルダーを開く。14枚のスクリーンショット、3つのメールのスレッド、そして今1つの留守番電話、18のピースが続いている。ベッドに横たわり、日曜日の電話でオバルースが言ったことを考える。コニー、間違ってる。ルースは知っている。ルースは反対している。ルースは母に止めるよう言った。しかし、ルースは母の姉。血はこの家族の中で濃い。問題は、どれほど濃いか。土曜日の朝、オバルースの家に向かう。裏道を30分、資料店と古い鉄道橋を過ぎて。彼女は、窓辺の花箱にパンジーが満ちた小さなレンガの家に住んでいる。私はノックする前に彼女がドアを開けて待っていたかのように。キッチンよ。コーヒーを入れたばかり、私たちは彼女の小さなフォルミカのテーブルの向かいに座る。彼女は52歳、早期退職、膝は悪く、背中はさらに悪い。26年間、軍の会計士として働いており、資金が動かされた時の姿を知っている。私は遠回しに言わず、ストレートに言う。ルース、あなたに聞きたいことがある。真実が必要なの。彼女は長い間私を見つめる。コーヒーが彼女の手の間で湯気を上げている。あの日曜日の電話を聞いたでしょう。私はうなずく。彼女は目を閉じ、再び開け、マグを置く。母が私に言った言葉をそのまま教えてくれた。マイラの家賃がトラビスの頭金のほとんどをカバーしたって。私はそれは間違ってると言った。彼女は、ダレルのビジネスが持ち直したら戻ってくると言った。そして、あなたは信じたの？いいえ、ルースは首を振る。私は信じなかった。キッチンは彼女の壁時計の音だけが響く。外の窓に、カーディナルが餌台にとどまり、去っていく。ルース、もし私が誰かにそれを声に出して言ってほしいとき、あなたは言ってくれる。彼女はすぐには答えない。私は彼女の顎の動きを見る。彼女はコニーについて、血について、休日や電話について、30年の姉妹関係について考えている。すると、彼女はテーブルを越えて手を重ねてくる。彼女は私の姉だけど、あなたは私の姪だ。彼らのしたことは間違っている。私は彼女の手を握り、他には何も言わない。私は両手をハンドルに握り、第二の名前を持って家に帰る。5年目。私は軍の法律支援クリニックを見つける。人々が必要なものを深夜に、震える指で検索バーに入力して見つけるように。無料相談は火曜日と木曜日、飛び込み歓迎。仕事の後、スクラブ。証拠はどれくらいあるの？22件のテキスト、メール、1件のボイスメール、そして証人が1人。彼はメガネを外し、私をじっと見つめる。これはただの口約束ではない、マイラ。書面と録音の証拠が揃っている。バージニア州では、これは約束の執行停止、プロミサリエストッペルとして認められるかもしれない。彼らは明確な約束をした。その約束に基づいてあなたは行動し、その結果、経済的な損失を被った。そして、彼らはあなたがその約束に依存していることを知っていた。だから、私はケースを持っている。あなたには強力なケースがある。しかし、14万4000ドル。この金額で全6年を貫くのであれば、それは少額請求を超える。サーキット裁判所に提出する必要がある。私たちは、省の弁護士を紹介できる。私はうなずく。手はもう震えていない。待ちたい、という。6年の支払いが終わるまで。数字を確定させたい。グレッグは私を見つめ、うなずく。賢い選択だが、すべての証拠を保存し続けて。私は駐車場に出る。裁判所の背後に太陽が沈んでいく。シビックに座り、ハンドルを握る。3年ぶりに、怒り以外の感情を感じる。準備が整ったと感じる。6年目、10月、最後の支払いが完了する。72ヶ月、14万4000ドル。同じ週に、母が家族全員にグループテキストを送る。今年の感謝祭は私たちの家で、
みんなが来る。30人が確認済み。私はすごくワクワクする。クリニックの外の車の中でそのメッセージを読み、再度読み返す。そしてカレンダーを開き、日数を数える。5週間。グレッグ・ノバックに電話する。彼は私を法的支援を通じて無償の契約葬儀弁護士、パメラ・ハーディングにつなげる。彼女は電話で素早く要件を述べる。無駄話はなし。すべて持ってきて。私はすべてを持参する。印刷したフォルダーは2インチの厚さがある。彼女はデスクでそれを見ながら、私が向かい合って座り、手を組んで彼女が私の人生を時刻付きで読み進める様子を見守る。20分後、彼女はそれを置く。あなたは、この金額で見た中で最も強力な約束の執行停止のケースを持っています。休暇の翌日に申請できます。私が尋ねる。もし、彼らが全てを否定したら、彼女はメガネ越しに私を見つめる。彼らがそうすると思う。家族全員の前で。はい。いいわ。30人の証人の前での否定は、助けになるわ、害にはならない。その場にいるすべての人が潜在的な証言者になる。私は感謝祭で騒ぐつもりはない。ただ、一つの質問をもう一度、みんなが聞こえる場所で尋ねようと思っている。もし彼らが真実を語れば、家族として対処する。もし嘘をつけば、法廷で対処する。感謝祭の1週間前、私はルート9の文房具店に行き、マニラフォルダーを買う。すべてのスクリーンショット、すべてのメール、すべてのボイスメールのトランスクリプトを印刷する。私はそれらを滑り込ませ、クラスプを閉じる。それはほとんど重さを感じないが、すべてを抱えている。感謝祭の日、午後2時。私は家の前に着き、郵便受けを越えて続く車の列の後ろに駐車する。トラック、セダン、後部にチャイルドシートのあるミニバン。家族全員が集まっている。バックミラーを確認する。目はしっかりとしている。口紅も大丈夫。助手席には、マニラフォルダーの端が見えるように少しだけ開けたバッグが置かれている。家の中には、チメンチョウとシナモンが焼かれる香りが漂っている。母の Spotify プレイリストがリビングルームの Bluetooth スピーカーからソフトなカントリーミュージックを流している。30人が1階を埋めている。キッチンにはおばやおじ。連2杯と子たち。子供たちが廊下を駆け回っている。母がドアのところで私を見つけ、2秒長く続くハグをしてくれる。私の愛しい娘、入っておいで。みんなが来ている。トラビスがリビングの向こうでうなずいている。彼は一方の手にビール、もう一方にはリリーを抱えている。ジェナがその隣で、いとこのマイクが言った何かに笑っている。父は裏庭でグリルの上に立ち、ひっくり返す必要のないものをひっくり返している。私は挨拶を交わし、ルースおばさんを抱きしめる。彼女は私の腕を一度だけ、少しだけ絞り込む。そして、彼女は今日がその日であることを知っている。私はおばあちゃんを抱きしめ、彼女は両手で私の顔を包む。あなたは痩せて見えるわ、ベイビー。母と一緒に長いテーブルをセッティングする。ナプキンを折り、オーブンからスイートポテトキャセロールを運ぶ。私はリリーを膝の上で揺らし、彼女を笑わせる。誰も二度と私を見ない。誰も何も疑わない。私はいつものように、静かにし、手伝っている一番若い娘だ。バッグは琴掛けの横に置かれている。その中にはフォルダーが入っている。フォルダーは待っている。私も待つ。主催の後、父が立ち上がる。彼は甘いお茶のグラスを持ち、フォークで軽く叩く。みんな、少しだけ注目をお願い。部屋は静まり返る。30の顔が彼に向く。彼は良いフランネルシャツを着ている。塗料のシミがないものだ。彼は誇らしげに見える。自分の物語を信じている男のようだ。この家族、この家、そして食べ物に感謝しています。彼は一瞬黙る。そして、特にトラビスを誇りに思っている。31歳、美しい家、美しい妻、美しい娘。彼こそが本当に理解している男だ。拍手が起こる。トラビスは笑顔を見せる。
ジェナが彼の腕を引き寄せる。父はまだ終わっていない。マイラ、彼は笑顔のまま私を見つめる。君もいつかそこにたどり着くよ。心配しないで、ソフトな笑い声。ひどくはない。でも、悪化させるような、見下すような。数人がうなずく。年に一度しか会わないおばが私に近づき、まだ賃貸なのと尋ねる。母が私の言葉を遮る。彼女は貯金している。計画があるの、私は彼女を見つめる。計画、私は彼女の言葉を繰り返す。彼女は一瞬も動じることなく私に微笑む。私は静かにフォークを置く。自分の皿を見つめる。七面鳥の詰め物。クランベリーソース。28年間、このテーブルで食べてきた同じ食事。座って父が30人に向かって、トラビスが私の金で成功したと語るのを聞いている。私は思う。彼は本当にこれを信じているのか。それとも、ただ声に出して言うことで、真実にしたいだけなのか。もしあなたも、家族のテーブルで警告の物語にされ、あなたの利益を得た人が祝杯をあげる様子を見たことがあるなら、これがどんな気持ちか正確にわかるだろう。あなたならどうしただろう。コメントで教えて。私はバッグに手を伸ばす。拍手が収まるのを待ち、フォークが再び動き始め、注意が散らばるのを待つ。そして、私は話し始める。大きな声ではなく、ただテーブルに聞こえるように。父さん、みんながいるから、買いたい家を見つけたんだ。彼は上を見上げ、祝杯の輝きにまだ浸っている。貯金口座から引き出す手続きを始めたい。君と母が私のために管理してきた口座だ。6年間で144千ドル。部屋の雰囲気が変わる。劇的ではない。ただ、いくつかのフォークが止まり、数人が振り返る。父は母を見つめる。母は皿を見つめている。どの貯金口座、彼が言う。私が6年間、月に2000ドル支払ってきた口座だ。彼は私をじっと見つめる。そして、笑い出す。緊張しているわけではない。本当に面白いジョークを聞いたかのように。マイラ、あれは家賃だったんだ。私たちの家に住んでいたんだから。あれは家賃だ。その言葉はテーブルの中央に落ちる皿のように響く。貯金に入ると言われた。私は言う。何を言っているのかわからない。小さくて弱踊りじしい母の声。デールが正しいわ。それはただの家賃だったの。私は彼女を見つめる。彼女は再びアイスティーをかき混ぜている。クリンク、クリンク。6ヶ月前、これが始まった時のキッチンテーブルの同じ音。30人が沈黙の中にいる。フランク王子の妻がナプキンを置く。おばあちゃんの目は、私から母、父へと移り、まるでスローモーションの車の衝突を見ているようだ。トラビスが遠くから叫ぶ。マイラ、ここでこんなことをしないで。家族のことを考えて。家族のことを考えて、私の金を使った家族。私に嘘をついた家族。私を笑った家族。私はトラビスに答えない。バッグに手を入れる。マニラフォルダーをテーブルの上へ、グレービーボートとクランベリーソースの間に置く。私は叩きつけるのでも、投げつけるのでもない。教会で賛美歌を置くように、静かに置く。ここでこんなことをしたくはなかった、という。でも、あなたは家族全員の前で全てを否定したから、私が持っているものを見せる。フォルダーを開く。最初のページは、印刷したテキストメッセージ。これはあなたからのテキスト、母さん。2年目の3月15日、貯金口座について尋ねた。あなたは、すべて順調に成長している、と返事をした。母の唇が開く。音は出ない。次のページに目を移す。これはあなたからのメール、父さん。3年目の10月8日、私は貯金をいつ引き出せるか尋ねた。あなたは、あと1年か2年待って、と書いた。母の唇が動くが、声は出ない。私は2ページ目に目を移した。これはあなたからのメールだ、父。年目の10月8日、私は貯蓄にアクセスできるのはいつかと尋ねた。あなたは、もう1年か2年待ってくれと書いていた。金利は良いと。
父の笑顔は消え、彼の顔色は見たことのない色になっていた。赤でも白でもない、まるで閉じられたドアが開くのを見守る男のようだ。3ページ目を取り出すと、これは母からの留守番電話の文字起こしだ。あなたはこう言った。あなたの貯蓄の一部を別のファンドに移した。誰も動かない。Spotify のプレイリストは誰も聞こえない柔らかなギターの曲に切り替わった。フランクおじさんが前に身を乗り出し、マイクいとこはビールを置く。祖母はテーブルに手を平らに置き、母の目はフォルダーに固定されている。彼女の顔は白くなり、まるで二度と見たくなかった自分の筆跡を見つめているかのようだ。それはどこから来たの？彼女は小声で囁く。あなたからだと私は言う。みんな、気づいていなかっただけだ。部屋が割れた。コニーの手が口に当てられ、目が涙でいっぱいになる。あなたはこの家族を壊している。マイラ。感謝祭に。どうしてそんなことを私が返事をする前に、テーブルの端から祖母の声が響く。低く、安定した声で、80年の権威が4つの言葉で伝わる。コニー、彼女に話させてあげなさい。父が立ち上がり、椅子が木の床を引きずる音がする。これは馬鹿げている。彼女はここに住んでいた。私たちの食事を食べていた。月に2000は、子でも公平な家賃だ。フランクおじさんは皿から目を離さない。デール、ここでの寝室に$2000は、私のローンより高いぞ。リンダおばさん、フランクの妻がうなずき、マイクいとこは腕を組む。部屋は無言で側を選んでいる。父が私に指をさす。あなたは恩知らずだ。私たちがあなたのためにしたすべてのことの後に、トラビスの家のために彼女のお金を使ったのか。キッチンの入り口からルースおばさんが言う。腕を組み、声は税務申告書のように平坦だ。コニーが自分で教えてくれた。額面通りに。母は姉の方に振り向く。ルース、私をルースと呼ばないで。2年前にそれは正しくないと言ったでしょう。部屋は再び静まり返る。トラビスの妻、ジェナが彼を見つめる。彼女の顔は開かれ、混乱している。トラビス、それは本当なの？彼は答えない。ビールを手に取り、置き、また手に取る。あなたの頭金。ジェナが言う、スローに。52000。それはマイラのお金だった。トラビスは天井を見上げる。それは複雑だ、複雑じゃない。単純な算数と空間がなくなった嘘だ。ジェナの顎が引き締まり、彼女はテーブルから立ち上がる。リリーが泣き出し、家族はまだデザートを食べていない。彼らは食べないだろう。私はフォルダーを閉じ、立ち上がる。部屋は私を見つめる。まるで説教の途中で教会から出て行こうとする人を見つめるように。怒っているわけでもない。応援しているわけでもない。ただ見守っているだけだ。私は戦いに来たのではない。最後のチャンスを与えに来たのだ。正しいことをするための。父、母を見て、返済計画をください。実際のものを、日付と金額を含めて、私たちが家族としてこれを解決しよう。弁護士も裁判所も必要ない。父の首は赤く、手はテーブルに平らに置かれている。彼は鼻で息をしている。一銭も渡さないと彼は言う。自分の親を訴えたいのか。どうぞ、私を訴えてください。その言葉は矢に煙のように漂う。私は彼を3秒間見つめ、うなずく、わかった。部屋に向き直り、ここにいる皆さんに申し訳ありません。このように感謝祭を過ごさせるべきではなかった。しかし、私は6年間嘘をつかれ、もう1分も過ごすつもりはない。フォルダーを持ち、バッグを持ち、ドアに向かう途中で祖母の声が私に届く。マイラ、私の子よ。私は止まり、振り返る。彼女はまだ座っていて、手はテーブルに平らに置かれている。目は潤んでいるが、顎は引き締まっている。私はあなたを信じる。50年間この家族を支えてきた女性の3つの言葉。私はうなずく。声を信じられないので、ただうなずく。私は玄関のドアを出ていく。後ろでスクリーンがバタンと閉まる。11月の空気が顔に当たり、頬が乾いているのに気づく。私は一度も泣かなかった。振り返ると、母がポーチに立っているのが見える。その後ろにはルースおばさんがいて、
父が投げたフォルダーから散らばったページを拾い上げている。私は家に帰る。両手をハンドルに置き、音楽はなし。終わった。次の段階は法廷のためだ。月曜日の朝9時、私はシカラボの駐車場で時計を打つ前にパメラ・ハーディングに電話をかける。彼は30人の前で私を訴えろと言った。電話の向こうは静寂、その後短い息遣い、それは笑い事かもしれない。それなら彼を失望させないようにしよう。木曜日に提訴する。約束の停止と不当利得。原告はマイラ・ J ・モリソン。被告はデール・ R ・モリソンとコンスタンス・ L ・モリソン。求める金額は14万4000ドル。バージニア州オーガスタ郡の巡回裁判所に提出する。私はパメラのデスクで書類にサインする。私の筆跡は整っていて、手も安定している。ペンは彼女のデスクのマグから取った安物のボールペンで、私はこのペンが彼らが私に言ったすべての嘘よりも価値があると思う。召喚状は火曜日に両親の住所に届けられる。父がサインしなければならない。プロセスサーバーからのメールで確認したからだ。受領者はデール・ R ・モリソン。午前11時42分、玄関で。夕方、私の電話は光る。母から11件の不在着信、トラビスから3件、父からは0。私はどれも返事しない。代わりに母に一つのテキストを送る。短い、今後、この件に関するすべての連絡は私の弁護士を通じて言ってください。彼女の名前はパメラ・ハーディングです。愛していますが、あなたの貯蓄口座でいるのは終わりです。3つの点が現れ、消え、再び現れ、その後何もなくなる。私は電話をナイトスタンドに置き、サンドイッチを作り、2週間前に引っ越したアパートのカウンターで立ちながら食べる。一つの寝室、エルムストリートで900ドル。ルームメイトも嘘もなく、私が選んだデッドボルトがある。これが私の完全に私の初めての家だ。家賃はそれを家賃と呼ぶ人に支払われる。ミコゼ語、巡回裁判所、法廷に B。部屋は思っていたより小さく、木のパネル、蛍光灯、ベンチの後ろに少し曲がったアメリカの国旗がかかっている。私はパメラと一緒に右側に座っている。ルート11の古着屋で買った灰色のブレザーと、私が持っている唯一のドレスシューズを履いている。両親は左側に座り、弁護士のギャレット・ウェブという名の男がいる。50代半ばで、信用で雇われた。母は過去10年の家族の葬儀で見た青いドレスを着ており、父は少し合わないスポーツコートを着ている。パメラは証拠を体系的に提示する。印刷されたテキスト、ハイライトされ、日付が付けられた。メールも同様。留守番電話は小さなスピーカーを通して再生される。裁判官は5の下に手を置いて聞いている。ルースの宣誓供述書が記録に入れられる。祖母の書面による証言も、彼女が複数の家族の夕食でデールがその支払いを貯蓄と呼んでいるのを聞いたことを確認するために入れられる。ギャレット・ウェブが自分の主張をする。それは家賃であり、地域での食事付きの合理的な金額だ。裁判官は父に向き直る。モリソンさん、あなたは娘の支払いを貯蓄口座と呼ぶ言葉を使ったことがありますか？父は席を動かし、私はそう言ったかもしれないが、それはただの言い回しだ。6年間、テキストメッセージ、メール、留守番電話で使用された言い回しだ。父は何も言わない。裁判官は母に向き直る。モリソンさん、あなたは娘に貯蓄口座の残高を示すスクリーンショットを送ったのですか？母の声はほとんど聞こえない。私は彼女を励まそうとしていただけです。あなたは、娘が月に2000ドルを支払い続けるように促すために、金融書類を捏造したのですか？それは質問ではないが、コニーはゆっくりとうなずく。まるで自分の足元に罠があることに気づいた女性のように。裁判官はペンを持ち上げ、私は2週間後、14日で判決を出します。私はそのすべての間、よく眠れ。支払いを一度でも逃すと、裁判所は給与の差し押さえや不動産の担保権を行使できる。1ヶ月3000ドル、4年間の約束だ。これまで彼らに支払った金額を上回っている。マイラ、聞こえる。ここにいる。
君は正しい選択をした。しかも、正しい方法で。電話を切る。車の中で長い間考え込む。スズメはもういない。涙が流れ始める。思っていたのとは違う。勝利でも安堵でもない。奇妙で重たい泣き方。何かが終わった時に、どれだけ長い間息を潜めていたかに気づく瞬間だ。6年。14万ドル。22の証拠。一つのフォルダー。一つの判決。私はルースおばさんに電話する。彼女は一回の呼び出し音で出た。私たちは勝ったと言うと、彼女は一瞬静かになり、こう言った。あなたは私を必要としなかったわ。あなた自身がいたから。私もあなたが必要だった。まあ、彼女は言う。電話を取ってよかったわ。母にも、父にも、トラビスにも電話しない。アパートに帰る。判決の手紙を冷蔵庫に、バージニア州の形をしたマグネットの下に貼る。そして一人分の夕食を作る。それで十分だった。小さな蝶で娘に嘘をついて、法廷で負けた時のことがどうなるか。人々は話す。それは残酷だからではなく、あなたを知っているからだ。あなたのトラックを知っている。ファーストバプティスト教会でのあなたの席を知っている。昨年3月に彼らの給湯器を修理して、見積もりより40ドル高く請求したことを知っている。一月もしないうちに、デールの配管業は赤字になり始める。早くはなく、遅く。水栓が漏れ始めるように。オークストリートのキンブルさんは、他の業者に浴室のリモデルを依頼する。ターナー家は、タントンの業者に新築を依頼する。ハードウェア店のジーンおじさんは、紹介を送るのをやめる。誰も理由を言わない。言う必要はない。感謝祭には誰もがいたし、教会に行った誰かを知っている。コニーは同じ席に座っているが、かつて彼女のために席を空けていた女性たちは妄想しない。微笑み、うなずく。ただ、移動しない。おばあちゃんは一度だけコニーに電話をかける。あなたはその子に6年間嘘をついていたのよ、コニー。あなたの子供に。そして彼女は電話をかけるのをやめる。土曜日のランチも、日曜日の訪問もなくなる。80歳。彼女はもう演じるのをやめた。次にトラビスのことがある。ジェナは彼を捨てないが、ミラー通りの家に何かが変わる。私の支払いで建てられたその家だ。彼女が財務を引き受け、共同の口座を開き、すべての明細を確認することを主張する。トラビスは、結婚して初めてお金を管理できない。感謝祭の夜、彼女は彼に言った。あなたは知っていたわ。私はそれを聞いていなかった。ルースが後で教えてくれた。あなたは知っていて、私たちがそれを得たと思わせていた。トラビスは答えがなかった。いくつかのことには答えがない。デールは次の四半期で約 30% のビジネスを失う。それはおおよそ1万6000ドルの収入だ。彼は2年間一緒に働いたダニーという名前のパートタイムの助手を解雇する。結果はいつも大きな声で鳴るわけではない。時には静かに家具を再配置するだけだ。最初の支払いがいつの15日に届く。直接振り込み、3000ドル。私はアパートのキッチンテーブルで仕事の前にシリアルを食べているとき、銀行の通知で電話が振動する。私はデール・ R ・モリソンからの3000ドルという数字を見つめる。私を嘲笑った同じ男だ。電話を置いて、シリアルを食べ終える。ボールを洗い、拭いて、キャビネットに戻す。そして再び電話を手に取って、もう一度その数字を見つめる。これは6年間で親から受け取った初めての誠実なお金だ。彼らがどのように支払っているのか、私は知っている。おばあちゃんに少し教えてもらった。残りは小さな蝶の静かなチャンネルから推測した。父はフォードの F250 を売った。3年前に新車で買ったトラック、荷台に工具箱をつけたものだ。それを8年落ちの F150 に変え、取引で約1万5000ドル節約した。母は保険会社でフルタイムで働くようになった。20年ぶりに40時間週働く。ルースによれば、母は今、疲れて帰ってくる。早く寝る。
トラビスは支払いを手伝うと申し出たが、父は、いいえと言った。これは私とあなたの姉の間のことだ。私とあなたの姉の間、裁判所との間ではない。私が犯した間違いとの間でもない。私とあなたの姉の間だ。まるで意見の不一致のように。彼はそれが何であったのか本当に言えないが、毎月お金は届く。15日、3000ドル、48回の合計。私はそれを使わない。すべてのドルを貯金口座に入れる。実際の銀行に、私の名前が書かれ、いつでも確認できるルーティング番号のついた本物の口座だ。管理するのは私だけだ。判決から2ヶ月が経ったある日、郵便受けに白い封筒を見つける。手書きで、差出人の住所は書かれていないが、私はその字を認識する。子供の頃、一教室の学校で習った、慎重で少し震えた文字。おばあちゃんだ。中に入って、ソファに座る。ゆっくり開ける。大切に保管するものを開けるように。親愛なるマイラへ、あなたのお母さんの偏愛について、私はあなたよりも長く知っていた。あなたが12歳の時、彼女がトラビスの野球の試合を理由にピアノの発表会を忘れた時にそれを見た。あなたが卒業した時、パーティーが後回しにされたのも見た。何も言わなかった。フェーズだと自分に言い聞かせたから。彼女は農地均衡を保つだろうと。私は間違っていた。感謝祭であなたがしたことは、この80年間で私が見た中で最も大きな勇気だった。あなたがそれに代償を払ったことを知っている。それでも、あなたはその部屋で立ち上がり、他の全員が嘘に満足している時に真実を語った。おじいさん、神のご加護を。彼はいつもあなたが強い子だと言っていた。戦うからではなく、戦うべき時を知っているから。もっと早く話せばよかった。言うべきだった。それは私の責任。いつも愛を込めて、おばあちゃん。3回読んだ。3回目には言葉がぼやけて、目が乾かない。彼女は知っていた。ずっと知っていた。そして平和を保つために静かにしていた。この手紙はただの愛ではない。私に謝罪をしたことがない人からの謝罪であり、与える勇気のある唯一の人からのものだ。私は家族の中で不公平を見ていても、真実よりも沈黙が楽だと思っている人々のことを考える。もしあなたがそのような人だったり、誰かがあなたが見ているものをついに理解するのを待っているのなら、私は理解する。コメントであなたの物語を教えてください。手紙をマニラフォルダーにしまい、証拠の横に置く。今、フォルダーには2つのセクションがある。証明と恩恵だ。判決から4ヶ月後のある木曜日の夕方、ソファで読書をしていると、電話の画面が光る。父からだ。2回の呼び出し音を通して画面を見つめる。親指が浮かび、そして取る。マイラ。彼の声はいつもと違う。小さくはなく、むしろ年を取ったように聞こえる。過去4ヶ月が彼を57年の間に年老いたようだ。争うために電話をかけているわけではない、と彼は言う。待つ。あなたの声を聞きたかっただけだ。回線が響く。背景にテレビの音が聞こえ、リクライニングチェアがきしむ。あなたのお母さんがあなたを恋しがっている。間を置いて、私はこれを直す方法がわからない。私は本を閉じ、ソファの肘掛けに置く。父、直すなら一言から始めるべきで、その言葉は知っているでしょう。沈黙。電話が切れたか確認するほど長い。そのままだ。ごめん。彼の声が2語目で震える。劇的ではない。ただの微細な日々。私はそれを受け入れることを急がず、返すこともない。あなたがそう言ってくれてありがとう。だから、支払いは続く、父。そして一つ理解してほしいことがある。声を平静に保つ。優しく、しかししっかりと。愛している。でも、二度と私のお金を任せることはない。自分で選んだペンキの色は、朝の光を受けて輝く淡い青。毎月、3000ドルが私の銀行口座に振り込まれる。ログイン番号や残高を、朝の3時にでも確認できる本物の銀行口座。
家を買うために貯金している。私の名前で、私のタイムラインに沿った家。両親との関係は、ほとんど存在しない。月に一度、天気や祖母の膝の話をするだけ。お金の話や感謝祭のことには触れない。それは今やパメラを通じて進んでいる。トラビスとは話さない。時々、ジェナが公園でスパゲッティを両手で食べるリリーの写真を送ってくれる。いつもキャプションがついていて、マイラおばさんについて尋ねてくる。毎週日曜、ルースおばさんに会う。キッチンのテーブルでランチを共にし、彼女はスープを作る。私はパンを持っていく。起こったことについて話さないこともある。ただ静かに座っていることも。クローゼットには証拠の入った茶封筒がある。祖母の手紙や裁判の判決。頻繁には見ないが、そこにあると知っているだけで十分。それを聞いているあなたに言いたいことがある。支払いが合わないことや、兄弟が得たもの、何度も、信じて、と言った親について思い当たることがあれば、境界線を引くことは悪い娘になったということではない。自分の価値を知る娘であるということだ。家族は本来、あなたの基盤であるべき。しかし、その基盤が壊れているなら、上に積み重ねるべきではない。新しい基盤を築くのだ。そして、私はそうした。私のこの物語に付き合ってくれてありがとう。あなたにとって何か意味があったなら、自分のテーブルやフォルダー、十分だと感じた瞬間を思い出したのなら、ぜひチャンネル登録をしてほしい。今日、この話を聞くべき人と共有してほしい。そして、普通の人がついに、十分だといった別の物語を読みたいなら、説明欄のリンクをチェックしてほしい。またそこでお会いしましょう。聞いてくれてありがとう。心から感謝します。